のささやきの朗読や県警の鑑識課に一枚の皮膚が届けられた。山中で見つかったという通報は午後3時40分。登山道脇で倒木の下に張り付くように落ちていたらしい。採取した山岳警備隊の話では動物のものではないとのことだった。俺はその夜検証室にいた。蛍光灯の下で見る皮膚は乾ききっていない。手のひらほどの大きさで指紋のような模様が薄く浮かんでいた。分析用ライトを当てると表面がわずかに動く。水滴かと思ったが目を凝らすと内側で筋がうごめいている。気味が悪かった。だが職務上逃げるわけにはいかない。DNA 採取のため検体を切り取るとピクリと震えた。刃物に触れた瞬間、湿った音を立てて微量の体液が染み出す。腐臭はない。むしろ人間の皮膚に近い匂い。温かさすら感じた。翌朝、結果が出た。鑑識員が顔を青ざめさせて俺のデスクに報告書を置いた。一致しました。誰と？捜査一課のあなたです。冗談にしてはたちが悪い。自分の DNA が山中で見つかった皮膚に一致するなんてありえない。俺は再検査を依頼した。だが二度目も結果は同じだった。その夜研究室に戻り検体を確認した。冷蔵保存のはずの容器が結露している。温度管理が狂っているのかもしれない。蓋を開けると中の皮膚が柔らかくなっていた。表面に細かいシワが浮かび、まるで手のひらの一部のようだ。そこに見覚えがあった。俺の右手にある傷跡。数年前事件で負った小さな切創。全く同じ位置に同じ形の薄い線がある。俺の背筋に冷たいものが走る。証拠品を戻そうと手を伸ばした瞬間、皮膚がふるりと動いた。手のひらを掴まれたような感覚。反射的に手を引くと皮膚が自分の手に張り付いていた。まるで吸盤のように離れない。引き剥がすと下に自分の皮膚がなかった。血は出ていない。ただそこにも同じような薄皮があった。まるで俺自身が何層にも重なった皮でできているように。翌朝、俺の手の甲には違和感が残っていた。感覚はあるが、少し遅れて伝わる。
熱を感じても冷たさを感じない。手袋を外して光にかざすと、皮膚の下で何かがうごめくのが見えた。筋肉の動きではない。もっと浅い層、皮膚そのものが動いている。鏡の前で袖をまくる。前腕の内側に薄い線が浮かんでいた。まるで新しい皮膚が古い自分を押し出すように盛り上がっている。指で押すとそこだけ暖かい。生きている。職場に行くと鑑識室は立ち入り禁止になっていた。検体の保管庫が夜のうちに異常を起こし、冷却装置が溶けたという。原因は不明。報告書には外部からの侵入痕なしとだけ記されていた。気がかりだった。なぜ自分の皮膚が山にあったのか。誰がそれを剥ぎ置いたのか。頭の中で考えが渦を巻く。その時、机の上の書類の隙間から何かが落ちた。封筒だった。差出人の名前はない。中には写真が一枚。山の斜面に立つ俺。その背中の皮膚がまるで蛇の抜け殻のように開いている。写真の下には日付が記されていた。昨日。心臓が嫌な音を立てた。すぐに防犯カメラを確認した。俺が出勤する前の映像に封筒を机に置く俺が映っていた。服装も姿勢も同じ。ただ一つ違うのは顔の輪郭。皮膚がずれて下から別の顔が覗いていた。俺は職場を飛び出し車に乗り込む。ハンドルを握る手の感覚が薄い。皮膚が硬く乾いている。路肩に車を止め、手を揉むと表面がパリパリと割れた。乾いた音とともに小さなかけらが剥がれ落ちる。それを拾い上げると薄く笑うように縮んだ。夜、自宅の風呂場で袖をまくる。腕全体が薄皮に覆われ、下から別の皮膚が覗いている。どちらが本物かもうわからない。はいでもはいでも下から自分の肌が出てくる。その時電話が鳴った。着信は俺からだった。震える手で取ると少し遅れて声が聞こえた。お前の皮返してもらうぞ。通話が切れると同時に背後で何かが落ちた。振り向くと浴室の鏡の前に俺が立っていた。同じ顔、同じ服。
ただし、そいつの皮膚はピタリと張り、艶があった。対する俺の皮は乾いてひび割れ、剥がれかけている。目が合った瞬間、そいつが微笑んだ。やっと見つけた。鏡の前に立つ俺は一歩も動かない。ただゆっくりと首を傾けながら笑っていた。その口元が開くと奥から湿った音がした。舌ではない。皮膚の内側から別の皮が剥がれ落ちる音だった。返せよ。そいつの声は俺の声と寸分たがわない。そのまま一歩踏み出してくる。床に落ちた水滴のようなものがじわりと広がっていく。それは水ではなかった。皮膚から滴る透明な粘液。体温を持つ液体だった。後ずさりしようとした足が滑った。風呂場のタイルに細長い指跡が残っている。気がつけば床にも壁にも俺の皮膚が張り付いていた。まるでこの部屋全体が俺の体の中のようだった。もう一人の俺が俺の顔を掴んだ。指が頬に食い込み、皮が引き剥がされる。だが不思議と痛みはない。代わりに心臓の鼓動が皮膚の外に映るような奇妙な感覚。視界の中で自分の顔が剥がされていく。その下から新しい顔が現れた。そいつと全く同じ顔だ。これで戻れる。そいつはそう言って剥がした皮を自分の方に貼り付けた。血の一滴も出さず吸い込むように馴染んでいく。その瞬間、俺の体が崩れ始めた。外皮を失った俺は形を保てず床へ溶けていく。皮のない肉の塊がぬるりと流れ落ちた。最後の意識の中で見たのは俺が玄関へ向かう後ろ姿。背中の縫い目が閉じていくのが見えた。皮膚が完全に彼を包み、俺の声が喉から出た。俺の声で、明日も出勤か。暗転する意識の底で何かがささやく。また古くなったら取り替えるさ。一週間後、捜査一課では奇妙な報告が上がった。山で見つかった皮膚片の DNA が再び検出されたという。一致したのは鑑識課の俺。ただし、その報告書の日付は俺が失踪した翌日だった。検体はすぐに本部へ送られ、厳重に保管された。だが深夜、監視カメラの映像に俺が映っていた。
保管庫の扉を開け、ガラス瓶を抱える姿。顔の半分が剥がれかけ、笑っていた。瓶の中の皮膚がゆっくりと手を伸ばした。そして画面が途切れた。次の日、記録映像はすべて消去されていた。削除操作を行ったのは鑑識課の本人。それが誰を指すのか、今では誰にもわからない。ただ一つだけ確かに残っていた。俺のロッカーの中、新品の手袋の隣に乾いた手の皮が丁寧に畳まれていたんだ。深夜の巡回は慣れているつもりだった。だがその夜だけは空気が異様に重かった。住宅街の通りは街灯がまばらに灯っていて、光と影の境目が不自然に揺らいで見えた。人通りはないはずなのに、無線から聞こえる声はどれも落ち着きがなく、同じことを繰り返す。今日人が多いですね。だが俺の周囲には誰もいない。全員が人影を見ているような言い方だった。胸の奥にうっすらと嫌な予感が残ったまま、いつもの曲がり角を抜けた瞬間だった。道路の真ん中に何かが立っていた。最初は酔っ払いかと思った。だがそいつは全く動かない。うつむいたまま街灯の真下に立ち、顔の部分だけ影が異様に濃かった。一歩近づく。すると暗がりの奥で口元だけが緩む。笑っているように見えた。もう一歩踏み出したとき、足元の感覚が変わった。アスファルトの硬さがなく、薄い膜の上に立ったような軽い沈み方をした。その沈みと同時に、道の真ん中のそれが肩をわずかに震わせた。ライトを向けても輪郭が揺れる。光が届いているのに形が安定しない。影なのか人なのか、その境界が曖昧だった。胸の奥に重い圧が入り込み、呼吸が合わなくなる。無線の音だけがやけに鮮明で、自分がそこに立っている感覚すら薄れた。距離はあと3歩。その瞬間、それの顔がゆっくりとこちらへ向いた。そいつがこちらを向いたとき、まず目が見当たらないことに気づいた。顔の中央がぽっかりとへこんでいる。影ではない。奥に吸い込まれるような形のない穴が開いていた。それなのに口元だけは確かに笑っていた。皮膚の伸び方がどこか人間と違う。肉が横に裂けるようにして、ゆっくり
ゆっくりとつり上がる。声をかけようとした瞬間、無線が唐突にノイズを上げた。聞き慣れた上司の声が混じっているのに、言葉の意味が途中でねじれて消える。まるで誰かが無線の間に入り込んでいるような、そんな嫌な圧が耳の奥を締め付けた。その時、そいつが一歩こちらへ動いた。足音はしない。ただ影が滑るように距離を詰めてくる。街灯の光を全く反射しない黒が地面に落ちる影と混ざり、形の境界が完全にわからなくなっていく。体が勝手に後ずさった。訓練で染みついた動作より先に、逃げろという直感だけが先に動いた。だが足は重かった。まるで地面に粘りつかれたような感覚。呼吸は乱れ、胸の奥が急に冷え込む。そいつは2歩、3歩と不自然な速度で距離を詰めてくる。顔のへこみの奥に何かがうごめいているのが見えた。形はわからない。だが生き物ではない。もっと別の何かが混ざっていた。俺は思わずライトを強く照射した。その瞬間、そいつの輪郭が霧のように薄れ、路面の上へ染み出すように広がった。道路の舗装の黒と完全に同化し、どこまでが影で、どこからがそれの本体か見分けがつかなくなる。耳の奥で無線が再び鳴った。すぐ戻れ。聞こえるか？おい、戻れ。声が途中から別人のものに変わった。俺の背中に冷たいものがゆっくりと張り付くような感覚が上った。気づけばそいつとの距離はあと一歩だった。一歩の距離まで迫ったそれは人の形をしているようで、近づくほど形が失われていった。顔のへこみの奥でうねる何かがじわじわとこちらへ伸びてくる。姿勢は保っているのに、腕も足も輪郭がほどけていく。黒いもやが揺らいで生き物の動きとは違う逆再生のような震え方をしていた。呼吸が喉で止まり、声が出ない。逃げなければと思うのに、足は地面に縫い付けられたように動かない。その瞬間、無線が耳元で炸裂した。戻れ。今すぐ交代しろ。怒号のような声に体が勝手に跳ねた。足に絡みついた重さが一瞬だけ外されたような感覚。その隙をつくようにそいつの体が落ちた。正確には地面の影の方へと沈んだ。
アスファルトの黒が波打ち、そいつの輪郭を飲み込んでいく。音はない。ただ影がゆっくり閉じる。まるで蓋がゆっくりと降りるように、静かに、確実に。最後に残ったのは口元だけだった。白く裂けた笑いが道路の黒い表面に浮かんで、そして薄く溶けていった。気づけば俺は走っていた。振り返る余裕もなく、交番の明かりが見えるまで呼吸が乱れっぱなしで、胸の奥だけがずっと重かった。交番に戻ると、無線室の先輩が眉を潜めた。お前、さっき誰と話してたんだ？誰って、そちらから戻れって指示が来たんで。先輩は首を振った。いや、さっきから無線は全部録音再生モードになってた。誰も送信してねえよ。背中を冷たいものが撫でたような感覚が走った。戻れという声は確かに俺の名前を呼んでいた。だけど録音の中にそんな声はないという。それを聞いた瞬間、胸の奥に残っていた重みがゆっくりゆっくりと広がっていった。まるであの道路の影がまだ俺の後ろに立っているかのように。出動命令は深夜1時55分。単独事故、車両大破、運転手意識なしの可能性あり。そう通報が入った。町外れの旧道でガードレールの改修前から事故が多発している区間だった。現場へ到着すると、ヘッドライトの光が霧に反射して白く揺れ、道路脇には大破した車が横転していた。フロントガラスは蜘蛛の巣状に割れ、ドアは衝撃で歪み、タイヤは地面にめり込むように沈んでいる。事故の規模からして、運転手は相当なダメージを負っているはずだった。俺と隊長は慎重に車へと近づいた。助手席側の窓は割れ、破片が散乱している。懐中電灯を向けて運転席を覗き込んだ。あれ？いない？運転手の姿がどこにもなかった。シートは後方に大きく押し戻され、シートベルトも切れた形跡がない。衝撃を受けたなら必ず体のどこかに痕跡が残るはずだ。だが車内に血痕は一滴もなかった。代わりに運転席の足元には奇妙な痕跡があった。土の上に片足だけの足跡が3歩分。それ以上は途切れ、霧の中へと消えていた。徒歩で移動をしたってことか。
隊員がつぶやくが、足跡が片足分しか残っていないのが異様だった。もう片方の足跡は最初から存在していなかった。俺は周囲を照らした。ガードレールには車が接触した時の擦った跡がしっかり残っている。相当な衝撃だ。普通なら歩けるはずがない。バックミラーの破片が転がっていた。そこには誰かの指紋のような跡がべったりと付着している。事故直後に触ったとしか思えない新しい跡だ。運転手は？あと通報者は？俺が無線で聞くと、通信室から帰ってきたのは奇妙な返答だった。通報は無線が一度だけ自動接続されてきました。声は入っていません。ただバックグラウンドに呼吸音が。呼吸音、つまり通報者は電話の前にいたということだ。じゃあこの近くに倒れているはずだろう。そう言いながら車の反対側へ回った瞬間、霧の奥でカリッという小さな踏む音がした。足音は片足だけだった。俺たちはすぐライトを向けた。しかしそこには何もいない。ただガードレールに沿って伸びた足跡が急に二つに増えていた。まるで途中で誰かが並んだように。俺は思わず隊長を見る。隊長も黙ったまま霧の奥を睨んでいた。その刹那、救急車の後部のドアがコンと内側から叩かれた。まだ誰も収容していないはずなのに。後部ドアを叩く音は一度きりだった。だがそのコンが霧の中に溶けるように響き、救急車の車体がわずかに揺れた気がした。俺と隊長は目を合わせ、後部へと回り込む。ドアの前に立ち、慎重に開けた。中は空っぽ。ストレッチャーのシーツがわずかに波打っていたが、風が吹き込んだにしては揺れ方が不自然だった。誰か乗った形跡あるか？隊長が低い声で言う。床には砂利のような土が散っていた。靴の跡ではない。片足だけペタッと踏んだような丸い形状の土汚れが一つ。事故車の運転席の足元と同じあの土だった。さっきの足跡のやつ入ったか？俺がそうつぶやくと隊長は唾を飲んだ。入るはずがない。俺たちが外にいたとき誰も近づいていない。一瞬霧の向こうでザッザッと草を踏む音がした。俺たちは同時に振り向く。ライトが照らしたのはガードレールの向こうに続く足跡。片足、
片足、片足。その途中から急に二つ増え、並んで歩き始めるようにまっすぐ続いていた。二人になってる。声が震えた。だがその足跡は途中で突然途切れ、その先には何もない。土は濡れて柔らかく、足跡が残らないはずがない場所なのに、無線が突然ノイズを吐き、おい、戻れと聞こえた。声はマイクからではなく、救急車の中から聞こえたように思えた。俺たちは反射的に後部を見た。ストレッチャーのシーツがさっきより深く沈んでいた。まるで誰かが横になったままゆっくりと起き上がろうとしているように。隊長がすぐにシーツをめくった。中には何もいない。ただシーツの中央に濡れた片足の跡が一つ。まっすぐと頭の方向へ向けて押し付けられている。俺は全身が泡立った。隊長は無言でドアを閉め、撤収だと声を押し殺した。署に戻り記録を確認すると、事故現場の通報者は運転席の人物という扱いになっていた。ただし発信源の番号は存在しない機種番号と記録されていた。さらに奇妙だったのは事故車の所有者情報。10年前に同じ旧道で単独事故を起こして亡くなった人物のものだった。そして添付された事故見分の写真。そこに写っていたのは夜の霧の濃い中で救急車を見つめる片足だけの影だった。失踪した女性の捜索要請が入ったのは山あいの渓谷だった。ハイキングコースから外れ、携帯の電波が途切れたあたりで連絡が途絶えたという。夏でもひんやりとした空気が流れ、川の音だけが延々と響いている。俺たち救助隊は早朝から山に入り、足跡と遺留品の有無を確認しながら進んでいた。最初に見つけたのは白いハンカチだった。端の縫い目に名前の刺繍がある。綾乃。失踪した女性と一致した。マーキングして回収するぞ。隊長の指示で位置を記録し、ビニール袋へと収納した。それから300メートルほど進んだ時だ。草の根にまた白いハンカチが落ちていたんだ。同じ刺繍、同じ折り目。こんな偶然はない。誰かが回収したものを落としたのかと思ったが、袋は閉じたまま俺の胸のポーチに入っている。念のため回収し、ログを残す。
捜索範囲を広げて進むと、今度は岩場の上に同じものが置かれていた。まるで進行方向を示すように、誰かが意図して置いたかのように見える。悪ふざけか？隊員の一人がつぶやいた。だが、この山に他の登山者はいない。夜明け前にゲートを閉じたのは俺たちだ。やがてハンカチは毎回必ず進行方向の先に現れるようになった。崖の下、倒木の隙間、川のほとり、落ちるはずのない場所に白い布が静かに置かれている。それを拾うたび、背中がじんわりと汗ばむ。まるで見えない誰かが俺たちを導いているようだった。そして4枚目を拾った瞬間、渓谷の奥から女の笑い声がかすかに響いた。笑い声が聞こえた方向は、捜索ルートから外れた崖沿いの獣道だった。風の音ではない。確かに人の喉で鳴らした音だった。俺たちは慎重に距離を詰め、ハンカチを落とすように点々と続く方向へと進んでいった。途中、俺は違和感に気づいた。拾ったハンカチをすべて並べると、刺繍の糸のほつれ、角の折れ方まで完全に一致している。洗濯の縮みや汚れの入り方まで同じ。つまりこれは複数あったのではなく、同じ一枚が何度も現れている。その時だ、先頭の隊員が小声で呼んだ。なあ、見ろよあれ。倒木の向こうに白いハンカチがまた置かれていた。しかも今しがた拾ったばかりのものと全く同じ折り目で。俺はポーチを開いた。だが中を見た瞬間、背筋がこわばった。入れておいたはずのハンカチが一枚もない。ジッパーを閉じたまま落とした形跡もない。袋に入れたはずの同じハンカチがなぜか全部消えているんだ。その代わりに奥底に湿った土の匂いがこびりついていた。隊長が言った。誰かに拾われて先回りされてる可能性もある。むやみに動くな。理屈としては正しい。だがこの山で俺たちより先に動ける者がいるだろうか。ゲートは閉じ、車もない。夜明け前の急な山道を素足で移動できるような人間がいるのか。ふと足元の土が湿った音を立てた。川から離れ乾いた区域に入ったばかりなのに、俺の靴の裏にだけぬるりと粘る感触がまとわりついた。ライトを向けると、地面に女性の裸足の跡が数メートル先まで続いていた。明らかに俺たちより軽い歩幅で、明らかに
俺たちより軽い歩幅で、その後のすぐ横にまた同じハンカチが置かれている。拾った瞬間、背後で木々が揺れ、風とは違う速度で何かが横切った。俺たちは思った。これは導いているのではない。近くでずっと俺たちを見ていた何かがハンカチを運んでいる。裸足の跡は渓谷の奥へと続いていた。その先は行き止まりの崖。それでも足跡は濡れたまま伸び、また同じハンカチが置かれていた。拾い上げた瞬間、ハンカチは湿っていた。手に伝わる生ぬるい水分。まるで持ち主の息がまだかかっているような湿り方だった。隊長が指示を出した。周囲を確認。皆、声を出せ。生存者がいるかもしれない。俺たちは名を呼び続けた。だが、帰ってきたのは山の反響ではない。助けて。お願い。ここよ。と、声は女のものだった。しかし、方向が定まらない。崖の上から、背後から、頭上から、まるでここ全体から響いてくるように聞こえてくる。そして崖の縁にそれは立っていた。白いワンピース、長い髪。夜でもわかるほどびしょ濡れで、腕から水が滴り続けている。綾野さんですか？呼びかけた隊員がライトを向けた。その瞬間、その女性の影がスーッと薄れた。まるで霧が光に溶けるように輪郭が崩れて消えた。しかし崖の縁には確かに足跡が残っていた。裸足の跡、そして水滴、そしてその中心にまた同じハンカチ。証拠として袋に入れようと伸ばした俺の手が止まった。ハンカチの刺繍部分に小さくこう書かれていた。後ろ。息が詰まった。振り返るな。そう思ったのに、体が勝手に動いてしまった。背後の木の陰に女が立っていた。ただ、濡れた腕だけがゆっくりと持ち上がっていた。次に目を開けた時には、俺は担架で運ばれていた。崖の縁で意識を失って倒れていたという。そしてハンカチは見つからなかった。だが俺の胸元、救助服のポケットだけがぐっしょりと濡れていた。袋は閉じたまま。中には何もないはずなのに、今でも消えない濡れた跡がある。それが乾いたとき、次は俺が落ちる番なのかもしれない。
現場は小さなアパートの一室だった。通報内容は隣室から悲鳴が聞こえた。到着した時には静まり返っていて、住人の姿はどこにもなかった。部屋の中は荒らされた様子もなく、テーブルの上のコップも倒れていない。だが玄関の床だけが妙だった。くっきりと片方の手形が残っていた。指が長い。異様に長い。人間のバランスとは明らかに違う長さで、床材にべったりと押し付けられた跡が残っていた。鑑識班の先輩がしゃがみ込み、ライトで角度を変えながら観察した。手の形だけど、これは何だ？俺も横にしゃがんで覗き込む。男性の手としても女性の手としても奇妙すぎる。5本指なのは同じなんだが、第二関節の位置が不自然に奥まっている。まるで指を曲げる位置そのものが違う生き物みたいだった。先輩は慎重に手袋をはめ、手形の端にそっと触れた。すると床に触れた指先がわずかに震えた。暖かいな。誰かが触れたのはついさっきって感じだ。部屋には誰もいないし、他に出入り口もない。少なくとも俺たちが来た時には、この部屋の空気は冷えていた。かすかな違和感を覚えながら、室内を一通り確認して外へ出た。痕跡の詳細は翌朝まとめて再確認することになった。夜が明け、再び現場に入ると、先輩が真っ青な顔で立ち尽くしていた。おい、こっちに来て見てみろ。指さされた玄関の床を覗いた瞬間、背中がスッと冷えた。昨夜に見た手形が違う形に変わっていた。指の長さも関節の位置も触れた面積すら一致しない。むしろ別人の手と言っていいほど全く別の形状になっていた。先輩の声が震える。俺、昨日ここに触れたよな。あの形、覚えてるよな。覚えている。そこにあったのは人間ではない形の手だ。だが今ある手形は昨日よりさらに人の形から離れていた。前日に見た手形と翌朝の手形はまるで別物だった。床材のくぼみ方すら違う。指は5本のままだが、今朝の手形は指の太さが均一ではなく2本だけ異様に膨らんでいた。まるで何かが中から膨れている途中の形。そんな印象だった。先輩が無言でカメラを回し続ける。表情がこわばっている。鑑識として
何百件も現場を見てきた人間が声を失うほどの異様さだった。これは昨日のとは違いすぎる。経年で変形する類じゃない。俺もライトの角度を変えて観察する。そして気づいた。手形の中心だけがかすかに湿っている。外側は乾いているのに、中央だけは昨夜と同じ温度を残していた。先輩、これ。言いかけた時だった。コンと部屋の奥から何かが床を叩くような音がした。二人で目を合わせ、玄関を離れて室内へ入る。家具は昨夜のまま動いていない。倒れたものもない。だが空気が妙に重い。換気しているはずなのに湿気が抜けない。キッチンを抜け、奥の寝室のドアに手をかけた瞬間、先輩が小声で言った。おい、聞こえるか？耳を澄ます。コン、コンと一定の間隔で続く乾いた音。だが、それは物音というより、指で床を叩く音に近かった。寝室のドアを開ける。室内には誰もいない。ただ、床の一角だけ影が濃い。そこにライトを向けた瞬間、喉が詰まった。床に新しい手形があった。それはさっき玄関で見たものよりさらに崩れ、指の数が6本に増えていた。増えてる。先輩の声はかすれていた。さらに不可解なのは、その6本指の手形が奥の壁に向かって移動をしているように配置されていることだった。連続した手形が這うような軌跡で点々と残り、壁際の暗がりで途切れている。呼吸が細くなる。この部屋には誰もいないはずだ。だが痕跡だけが増えている。先輩が壁の前でしゃがみ込んだ瞬間、俺の首筋に風が当たった。その部屋には風の通る場所なんてどこにもないのに。背中を這うような気配とともに、壁際の暗がりがゆっくりと揺れた。まるでそこに何かが立ち上がろうとしているように。壁際の暗がりが立ち上がるように揺れた瞬間、全身の毛が逆立った。そこには影しかないはずなのに、黒い輪郭がゆっくりと伸び、人の肩の位置ほどの高さまで形を持ち上げていく。先輩が息をのみ、そっと後ずさる。俺もライトを向けたが、光が当たっているのに影は消えない。むしろ濃く深く床に縫い付けられたように揺れていた。次の瞬間だった。パタン。床に
新しい手形が落ちた。何もない空間からまるで透明な存在が手をついたように淡い跡がじわりと浮かぶ。指は7本。昨夜よりも今朝よりもさらに人の形から離れていた。その手形がゆっくりと俺たちの方へと近づいてくる。一つまた一つと増え、床を這うように連なりながら。先輩の声が震えた。動いてる。手形が今ついてる。逃げなければと思った瞬間、壁際の黒い影がふっと形を変えた。倒れたような細長い影が人の膝ほどの高さにしぼみ、次に獅子のような形に伸びた。それは生き物の動きとは言えなかった。関節の向きがそもそも違う。腕と足の区別が曖昧で、影だけが地面に張り付いて滑るように動く。先輩が叫んだ。引け！暗がりの影がこちらへ向かう。その瞬間、足元の床が沈んだ。影の中心が波打ち、7本指の手形が俺の靴の甲を掴むように広がった。冷たい。だが触れている感触がある。空気でも錯覚でもない。何かが確実にそこにいた。踏み抜くように足を引き剥がし、先輩と無我夢中で部屋を飛び出した。階段を駆け下り、外の空気を吸った瞬間、背中の凍りつくような重さが抜けた。振り返ると、アパートの扉の隙間から薄い影がスッと引っ込むのが見えた。そして翌日、鑑識の報告書に例の手形の写真が整理されていた。昨夜5本、6本、7本と変わった手形の比較が並んでいるはずだった。だがそこにあった写真はどれも同じ。どれも完全な人間の手形として写っていた。形も関節も指の数すら全部正常な5本指になっていたんだ。先輩が報告書を握りしめてこう言った。俺たちが見たあれが本物で、写真の中が偽物なのか、あるいは逆か。どちらが本当かなんてもうわからない。ただ一つ確かなのは、あの日俺たちが逃げ出すとき、背中にまとわりついていた冷たい重さが今も時々不意に肩に乗ることがある。まるであの影がまだ形を探し続けているかのように。